皆さん、こんばんは。レイトナイトジャパニーズチャット、始まりました。私、みさきです。のぞみです。よろしくお願いします。ねえ、のぞみ、ちょっと聞いてもいい？何？先週さ、友達の家に遊びに行ったんだけど、玄関に入った瞬間、その子がすごく嬉しそうに、あ、ちゃんと脱いでくれたって言ってきて、外国の友達？そう、アメリカ出身の子なんだけど、日本に来て3年くらい経つから自分でも靴脱ぐ習慣がついてきたって言ってた。で、友達を家に呼んだ時、みんながちゃんと脱いでくれるとなんか嬉しいって。わかる。なんかね、脱いでくれると分かってくれてるって気持ちになるよね。そうそう。で、その話してたら、靴ってすごく文化によって違うじゃないですか。全然違う。ということで今日は靴を脱ぐ文化について話したいと思います。日本だけじゃなくて世界のこととか現代の日本のドキンの話とかいろいろ深掘りしていきましょう。ドキンね。これ外国人の方にはちょっと難しい言葉かも。後でちゃんと説明しますね。それじゃ行ってみましょう。まずそもそもなんで日本って靴を脱ぐんでしょうか？これ改めて考えると面白いよね。もう当たり前すぎてなんでだろうって考えたことなかった。私もそう。でも調べてみたらいくつか理由があって、まず一番大きいのが日本の家の作りが関係してるらしいんだよね。畳とか？そう。昔から畳の部屋で生活してきたから、畳って床に直接座るじゃないですか。そこに靴を履いたまま上がったらもう大変なことになる。確かに畳って汚れたらなかなか取れないし傷もつきやすいし。それに昔は布団も床に直接敷いてたから、床を清潔に保つっていうのが生活の基本にあったんじゃないかな。なるほど。外の汚れを家に持ち込まないっていう感覚か。うん。日本って内と外を厳密に分ける文化があるじゃないですか。家中は清潔な空間、外は汚れた空間みたいな。玄関がその境界線なんだね。そうそう。だから玄関で靴を脱ぐのは、ここからは清潔な空間ですっていう切り替えなんだよね。考えてみれば玄関って上がりか待ちっていう段差があるじゃないですか。あれ、そういう意味があったんだね。うん。外の空間と内の空間を物理的に分けてる。日本人はその空間の区切りに対してすごく敏感なのかも。でね、これすごくびっくりする話があって、何聞かせて。日本って電車が走り始めた明治時代、最初はみんな電車の中で靴を脱いでたらしいんだよ。本当に？ほんと、最初は床が畳や木の板だったり、座席が和式だったりしたから、乗客が自然に靴を脱いで座ってたらしくて。それなんかすごい光景だね。電車の中に靴がいっぱい。ね。で、どこかに行ってしまう靴もあったらしくて、あははは、うっかり忘れていく人もいそう。だから後から靴を脱がないでくださいっていうルールができたって話がある。逆なんだね。脱いじゃダメってなったのか。面白い。西洋の文化が入ってきて椅子に座るスタイルが広まるにつれて、電車の中では靴を履いたままが普通になっていったんだよね。文化が変わっていったんだ。じゃあ世界的に見るとどう？靴脱ぐ国って他にもある？多いよ。日本だけじゃなくて韓国、中国の一部、インド、タイ、フィンランドとかも靴を脱ぐ習慣があるって聞いたことある。意外に多い。アメリカやヨーロッパは靴を脱がない国が多いイメージあるけど、それも個人差や家によって違うらしいよ。最近は衛生意識が高まって靴を脱ぐアメリカ人も増えてるって。コロナ以降は特に変わった気がするね。じゃあここでさっき出てきたキーワード、ドキンについて説明しましょうか。はい。リスナーの皆さん、ドキンわかりますか？これは土足禁止の略なんです。土足っていうのが靴を履いた状態の足のこと。禁止はもちろん禁止。なので、ドキンは靴を履いたまま入ってはいけませんよっていう意味です。短くしてドキンって言うんだけど、若い人はよく使うよね。使う。ここドキンでよとか、ドキンにしてるとか。日本語ってこういう略し方多いよね。漢字2文字で簡単にするやつ。そうだね。禁煙、禁酒とかも同じ構造だよね。なるほど。じゃあ現代の日本でどんなところがドキンなのか見ていきましょうか。まず一番思いつくのが、やっぱり家？家はほぼ全部そうだよね。あとは和室のある旅館とか、お寺、神社なんかも靴を脱ぐところがあるよね。そうそう。
あと意外なのが車。これなんか聞いたことある。たまにいるよね、車の中で靴を脱ぐ人。いる。特に長距離運転するときとか、後部座席の人とか。理由が車の中を汚したくないっていうのが多くて、特に新しい車を買った時とか綺麗にしたいじゃないですか。わかるな。車って意外に高いし、大切にしたいよね。でも運転する人が靴脱いで運転するのは危ないからダメだよ。ああ、そうだね。ペダルを踏む感覚が変わっちゃう。あくまで後部座席とか停車中の話ね。それからオフィスもドキンのところあるんだよね。あるある。スリッパに履き替えるやつ。私も前に働いてたところがそうだった。どんな会社が多い？小さな会社とか和室のあるオフィスとか。あと、病院もそういうところあるよね。うん。特に小さなクリニックだと入り口にスリッパが並んでることある。あれ最初見た時、外国人の友達になんで病院で靴脱ぐのって驚かれたことある。確かに病院で脱ぐのはちょっと特殊に見えるかも。で、靴を脱ぐ場所で話で思い出したんだけど、ちょっと恥ずかしい話してもいい？何聞かせて。前に取引先の会社に仕事で行った時、入り口でスリッパに履き替えるスタイルのところだったのね。で、その時私、全然気づいてなかったの。何を？靴下に穴が開いてたの。あははは。しかも親指のところがすごいことになってて、靴を脱いだ瞬間に気づいてもう顔が真っ赤になった。それは恥ずかしい。でもわかるわ。靴履いてる時は全然気づかないんだよね。そうなの。家を出る時に、まあいっかって思っちゃうんだよね。どうせ靴履くしって。でも日本靴脱ぐ場所多いから油断できないよね。本当に。あの日から外に出る時は必ず靴下をチェックするようになった。いい教訓だね。でもそういう経験、日本人はみんな1回くらいやるんじゃないかな。リスナーの皆さんはどうですか？靴下で恥ずかしかった経験ありますか？じゃあちょっと真剣な話もしようか。ドキンって実際どうなの？正直なところ。メリットとデメリット両方あるよね。まずメリット。やっぱり床が汚れない。これが一番大きい。外って思った以上に汚れてるから、その汚れを家や部屋に持ち込まなくて済む。衛生的にいい。あと床材が長持ちするっていうのもある。フローリングとかも土足だとすごく傷みやすいから。で、なんかくつろぎモードに切り替わる感じもあるよね。靴を脱ぐと、あ、家に帰ってきたってなる。わかる。それ心理的にも意味があるらしくて、靴を脱ぐことで気持ちの切り替えができるって。逆にデメリットは？手間がかかるかな。特にお客さんが多い場所だと全員分のスリッパを用意しなきゃいけないし。あとはさっき私が言ったような靴下問題。そう、靴下に穴が開いてた時の恥ずかしさ。それと日本に来たばかりの外国人には分かりにくいっていうのもデメリットって言えばデメリット。表示がないと脱ぐべきか脱がなくていいかわからないもんね。本音を言うとさ、日本人でも正直めんどくさいなって思うことはある？あるある。特にブーツとか脱ぐのが大変な靴を履いてる日のクリニックとか。わかる。でもなんかもう体に染みついてるからやめる気にはならない。そうだね。習慣って強いよね。今日は靴を脱ぐ日本文化についていろいろ話してきましたね。家だけじゃなくて車の中とかオフィスとか病院とか意外にたくさんの場所にドキンがあるって分かったと思います。ドキンという言葉も覚えてもらえましたか？土足禁止の略でしたね。日本で生活してると建物に入るときに玄関のあたりをよく見てみるとスリッパが置いてあったり土足禁止って書いてある表示があったりします。靴を脱ぐべきかどうか迷ったら表示を確認するかその場にいる人の足元を見るのが一番確実だよね。あと日本人の家に招待されたときは基本的に玄関で靴を脱げば大丈夫です。お邪魔しますって言いながら靴を脱いで上がれたら完璧だよ。うまい。では今日のリスナーの皆さんへの質問です。あなたの国では靴を脱ぐ習慣はありますか？それとも靴を履いたまま家に入る文化ですか？ぜひコメントで教えてください。そして靴を脱いで恥ずかしかった経験があったらそれも聞かせてほしいな。私一人じゃないと信じてる。絶対いっぱいいると思う。今日も聞いてくれてありがとうございました。レイトナイトジャパニーズチャットでした。また次回お会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。